世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は約束を破り続けるあの国が怯える制裁に関する話題をご紹介します。2013年7月、日本は自由貿易協定の一つ TPP に正式に参加しました。TPP とは環太平洋パートナーシップ協定の略で、アジア太平洋地域の3カ国でサービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で新しい共通ルールを作ろうという協定です。関税をなくし、貿易をしやすくするという目的で、日本を含め12カ国が参加していましたが、2017年にアメリカが離脱し、TPP-11 として再開。現在、日本及びオーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシアなどが参加しています。TPP-11 のメリットは、加盟国の間でより自由な貿易が実現でき、経済の活性化、拡大が期待できること。例えば、日本からの輸出では、輸出先国の関税がなくなることで、関税分のコストがなくなります。その分、従来より販売価格が下がり、輸出品の販売量が増え、日本での生産量や関連企業の仕事の増加、雇用拡大につながるのです。これにより、コストを下げるための工場の海外移転も不要になるかもしれませんね。政府は TPP 加盟国との間で全ての分野の関税が撤廃されたと仮定すると、外国品の輸入が増える一方、それを上回る日本からの輸出と投資、国内消費が増えると予想し、年間で3兆円規模の経済効果があると試算しています。そんな TPP には、インドネシアやフィリピン、タイにコロンビアなども加盟に関心があると言われていますが、アジアの主要経済国の一つである韓国は FTA を重視し、TPP は実益がないと参加には消極的でした。ちなみに FTA とは自由貿易協定の略で、2国間で物品の関税やサービス貿易の削減、撤廃を行う自由貿易のこと。韓国はこれまでアメリカや欧州連合と FTA を締結していました。そんな韓国が突如 TPP への加盟意思を公式に表明したことが以前話題になっていました。そもそも韓国は2013年に TPP 交渉参加国と協議を行っていましたが、2017年にアメリカが TPP 離脱方針を発表して以来、韓国と3カ国間の本格交渉は途絶えていました。その後、参加に向けての具体的な動きはなく、韓国の TPP 参加はないものと見られていたのです。ただ、韓国は2021年に突如参加の意思を表明したのですが、なぜこのタイミングで正式に加入表明をしてきたのでしょうか。一つには、韓国より早く TPP 参加をしている日本のアジア太平洋地域における影響力が強まることを懸念したためと言われています。日本が TPP により輸出市場で攻勢に出れば、家電や自動車などの輸出産業で成り立っている韓国の産業界が大打撃を受けることは必至です。つまり、日本にアジア太平洋地域の貿易の主導権を握られたくないという思いが強いのだろうと言われています。もう一つの要因は中国と台湾が TPP 参加を表明したこと。中国は2021年9月16日に TPP への加入申請を行い、台湾当局もそれに続くように22日に加入申請を実施しました。2013年の関心表明以降、
2021年12月まで TPP に対して韓国が何のアクションも起こさなかったのは中国の顔色を伺っていたからと言えるでしょう。しかし韓国が TPP に加入したいと言っても簡単に加入はできません。そのためには主導国である日本を含めた既存11加盟国の賛成を得て初めて承認されるのです。しかし日本政府は1965年の日韓請求権経済連携協定に違反する元徴用工訴訟や慰安婦問題を最終的かつ不可逆的に解決した2015年の日韓合意を平然と破る文政権の対応などを踏まえ、韓国は TPP の約束事も守らないだろうとの見方を強めているのが現状。また、流通の透明性や公平性に欠け、国際ルールより自国感情を優先するといった韓国の振る舞いもTPP に加盟する資格がないと拒否する方針のようです。ところが韓国のネット上では日本政府の考えとは反対に韓国の加盟を認める見返りに福島産水産物に対する禁輸措置解除を要求してくるのではないかなどの様々な憶測が飛び交い、たくさんの意見が集まっていました。実際の韓国の人々の反応をご紹介しますので、一緒に見てみましょう。海外の反応。なんで日本が韓国の加入に難癖をつけているんだ？日本が大韓民国を評価するだと？一体何様のつもりだ？議長国か何かなのか？なぜ韓国の加入を日本に判断されなくてはならないんだ？加盟にはすべての加盟国の同意が必要なんだよ。国家間の約束さえ守れない国を受け入れるはずがないって、日本ではすでに韓国の加盟に反対の声が出ているそうだ。この協定は実質的に日本主導の協定だからな。日本は韓国がやろうとすることにはすべて反対するつもりなんだね。禁輸措置の解除をして福島の水産物を輸入するとか言えば OK するのでは？ファックスを未だに使ってるような国が韓国の加入を判断するというのか。その日本よりも自由がないのが韓国だけどね。そもそも韓国はネットの検閲もしてるような国だから加入の基準すら満たしてないよ。日本とは一度戦争をするべきなのでは？朝鮮半島の最大の敵はどの国なのかもはや明らかだろう。TPP は韓国の赤字だけが大きくなる可能性もある。加入しても実益はない。日本だけ儲けさせてやる必要はないだろう。そもそもなんで今になって突然加入しようとしているんだ？どうせ加入するなら設立時に参加するべきだったよ。本当に無能な政府だ。この協定にはメキシコにペルー、ベトナムも加入した。加入国は関税の面で恩恵を受けることができるし、韓国も加入しなければ輸出企業は恩恵を受けられないことになるぞ。日本が主導した協定に加入するなど親日派のやることじゃないのか？政府はなぜこの件について傍観して黙っているんだ？親日は絶対にダメだとあれほど言っていたではないか。加入するには全加盟国の同意が必要なんだろう。それならもう韓国主導の自由貿易協定を作ればいいんだ。日本を除くすべてのアジア太平洋諸国とね。おいおい、韓国の国際社会での影響力なんてあると思ってる？
日本を除いて韓国主導の協定を作ろうなんて、いかにも異常な愛国心に染まった韓国人の妄想だよ。現実にそのようなことを実現可能な国はアメリカか中国、EU くらいだろう。とりあえず加入希望ということにしておいて、もし日本が無理な要求をしてきたら、強気でボイコットすればいい。その時は日本の責任問題を強く提起してな。社会主義国のベトナムやチリのような国も加入できたのに、そこに世界有数の貿易大国である韓国が加入できないならば、その協定自体がおかしいということだ。これもすべてムン・ジェインのせい。反日と中国のご機嫌取りしかしない無能な政治家のせいで、屈辱的な経済制裁を受けなければいけなくなった。日本はこれが制裁になると本気で思っているのか？もともと韓国は TPP に関心がないんだよ。韓国は TPP 加盟国の大半の国と FTA を発行しているからな。アメリカも中国もいない TPP などゴミ同然。どうやら日本人は韓国が困り果てているという妄想をしているようだ。日本にここまでやられているのに、まだ日本に旅行に行くつもりか？我々はまず日本への半導体の輸出をやめよう。アメリカは最終的に TPP に参加すると思うぞ。その時に韓国は完全に終わることになるだろうな。日本車に報復関税をかけるとか対応をするべきだよ。報復は貿易収支が赤字である韓国の方が有利なはずなんだから。なんで貿易収支が赤字なのか知ってるか？それは日本から原材料や工作機械を輸入して、それで製品を作って販売しているのが韓国だからだよ。そりゃ貿易収支が赤字になるのも当たり前だ。日本車の輸入を禁止にして、日本企業はすべて撤退させろ。我々は地球が滅びる前に一度は必ず日本を植民地化しなければならない。以上が韓国の人々の反応でした。韓国の TPP 加盟を認める代わりに見返りを求めてくるのではと思い込み、日本を批判する声や TPP 加盟の邪魔をしているのは日本だという声が多いようですが、この話題について日本国内ではどのような反応があったのでしょう。寄せられたコメントの一部をご紹介しますのでご覧ください。協定とは約束することです。一つの国との約束も守れない国が他国間との約束なんて守れるわけがないし、加入することはありえません。日本政府にはしっかりしてほしいところ。どんな協定も条約も約束も守れないのなら、初めから締結しないこと。交渉結果や合意内容をその日のうちにねじ曲げるような相手とは、協議、交渉の席に着くことさえ無駄というもの。今まで日本がまともに相手しすぎたね。韓国の本性がよくわかったはず。国際法を守らないんだから無理だろう。お引き取り願おう。守らない協定は協定とは言わないぜ。人も国も付き合う相手はよく見て選ぶことが大事だよ。いくら隣人でも隣国でも付き合っちゃいけない相手っているんだよ。いや、福島産水産物の輸入規制撤廃くらいで韓国を入れちゃダメでしょ。だいたい韓国が自慢してる放射能フリーって検査フリーなわけで、放射線量は日本より多いんじゃね？韓国はもともと TPP に関心なかったようだし、無理に加盟してくれなくてもいいんだよ。無理して取引してもらう必要ないんじゃないかな。関わらないのが一番。韓国なんか入れたら
イチゴ、ブドウに続けて、今度は桃も違法栽培されそう。きれいさっぱり関係を切るべき。申し訳ないが、国内にいる他の国の方たちもお帰りいただきたい。バカを相手にしたくないもんね。無視一択で。世界一の先進国で全世界から羨望を受けていて、そろそろウォンがドルに代わって基軸通貨になることが確定している超大国らしいから、主催者として KPP でも作れば？どこの国が加入するのか知らんけど。日本の海産物を韓国に輸出してあげる必要ある？どうか水産物を輸出してほしいと土下座する頭を土足で踏んでやりたい。だいたい韓国産食品物の方が福島産なんかより100倍怪しいだろう。韓国の農産物なんて形が不揃いだったり、味や色が均一じゃなかったり、商品価値が低いから輸出に耐えられるものはパプリカくらいでしょう。福島産禁輸処置の解除だけ？カードが軽すぎない？不法占拠している竹島明け渡しを条件にするべきだろう。以上が日本の人々の反応でした。やはり韓国との関係に嫌気がさしている日本人からは、韓国の TPP 加盟には反対で、むしろこのまま国として関わるのもやめてほしいという声が多く見受けられました。2023年3月、新たにイギリスが加盟を承認され、TPP はアジア、オセアニア、米州地域の自由貿易協定という位置づけから、欧州も含む協定へと範囲が広がりました。また、世界全体の GDP に占める比率は 12% から 15% に高まることになり、TPP を主導する日本は、さらなる加盟国の拡大を進めたい考えです。国際的な経済連携の場につこうと躍起になっているのに、未だ交渉の席にもつかせてもらえない韓国。約束事は守るものという当たり前の概念を持ち合わせていない国が多国間で結ぶ協定を守られるわけがないと思われているのは自業自得でしかありません。まずは基本的な国際ルールを身につけることから始めてもらいたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。